シングルヒット祈ということでね、31枚目。今回は卒業を控えたセンター斉藤飛鳥が奈良県飛鳥地方で残るメンバーへのメッセージを紡ぐ一人旅。今夜は完結編。思いが溢れてスタジオは涙涙のエンディングに。なんかすごいね。飛鳥神社かっこいい。素敵なとこ。あれかっこいい。すげえ祀られてんじゃん。いいなこれ。かっこいいよな。斉藤飛鳥がやってきたのは飛鳥にいます神社。お参りをするために本殿を目指していると、よいしょ。髪も巻いてるんだ。はい巻いてます。何？男性は左手で、女性は右手で持ち上げられると幸せがつかめると言われています。へえ。こんな登ってすぐのとこにひどいですよね。ということでミャンマー以来の石持ち上げチャレンジ。乃木坂の今後の幸せをつかめるか。これを持ち上げればいいの？片手で持ち上げるってこと？どうやって持つの？片手？無理だよこれ、女絶の子に対持ちた。はいあ、重い。両手使っちゃダメなの？重い。多分片手。重い。ちょっと一瞬しか上げないんで。一瞬しか幸せになれない。幸せになれないじゃん。幸せになるために必死なのやだね。なんだけど。あげたいね。最後の。あ、来たんじゃない？あ、ちょっと待って。最後なのよ。絶対幸せを無理じゃんか。どうした？やっちゃったよ。やだ、こんな不格好なとこずっと取られて。上がったんじゃない？上がってないでしょ。絶対に一度入れた手を離すことなく持ち上げたい斉藤飛鳥。普段あまり表に出さないガッツを前面に出して大奮闘。出たね。幸せをつかむんだ。下からいった。あ、それでもいいんじゃない？上がんないの。あ、いけそうじゃん。ちょっと待って。今ほらあそこだ。よかったね。苦労して幸せをつかみ上げとるんだ。これでみんな安泰。そして飛鳥の神社でこの度初のヒット祈願。31枚目シングルここにはないもの大ヒットしますように。お願いします。なんかでも私の4期生がいる時の一番好きな光景は、何があっても牡蠣と遠藤が楽屋の椅子に座らないのが好きです。絶対歌番組のちょっとした待ち時間とか椅子大量にあっても絶対座らないで。そうなの。 4期は基本みんななんか真面目だと思うんですけど、なんかそんな子が多い気がする。気が使える。別にそうしろって言ってるわけじゃないけど、5期があんまり変わらないでほしいな。その頃4期生も斉藤飛鳥への思い出トーク中。さくちゃんとさ、飛鳥さんがあそこまで仲良くなるきっかけが知りたいね。私もわかんない。なんかさ、なんだろう、でもやっぱり心がこうどうしようもなくなっちゃった時とか、弱ってる時とかに絶対こう近くにいてくれるのが飛鳥さんで、もう常にこう気にかけてくれるのも飛鳥さんだったし、寄り添ってくれるのも飛鳥さんだったから。遠藤は飛鳥の子。飛鳥の子、すごい名前だね。一定の時期ちゃんと理由があって我が子のように可愛がっていたというか、もう完全にあれは面倒を見ていたんですけど、母のように。でもそこからすくすくと育って、もう本当に我が子の成長を見ている気持ちだし、天気の子ってあったじゃないですか、じゃないですけど、なんか遠藤っていつもどうせ私は太陽なんて似合わないですみたいな、そっち系のことをずっと言うから、私と似てるタイプだから私もそういうことをめっちゃ言ってたんですけど、いつか腹をくくらなきゃいけない時は絶対来るから、もういいよって思ってる。あなたがたくさん晴れにしてきた事実をちゃんと認めてあげてって母のように思う。でも遠藤もお家に呼んでもらいましたね。後輩の中でっていうか、ほぼ全人類の中で
私がお家に遊びに行ったのは梅と遠藤ぐらいですね。お酒飲めるようになったから新しいお酒買ったので一緒に開けたいですとか、大きくなったなって思いますけど、そんなん聞いたら。でもこうあまりに一緒にいたから、それこそ私のエキスがちょっといっちゃったから、それだけは抜いてから卒業しないといけないなと思います。私がそう見てて特徴だなって思うのが、リハとかの合間とかもみんな携帯見てたりとかする時の画面との距離。近い。で、違う、最近思ったのが、さくちゃんも同じ距離なんだよね。同じ距離で同じ持ち方で。できたんじゃん。そう。だからエキスって一緒にいるから似てきてるんだって私。結構似てるところ多い。ある。スマホケースもさ、カバータイプだよね。そう、カバー、そうなの。あすかさんもね、カバータイプだよね、ずっと。で、笑う時それで隠すんだよ、顔を。そう、両手で持って隠すんだよ、二人とも。そう。アスカの Ask and Asker 和風レストラン。筒井は革命時のウォーミングアップです。なんだ、革命時のウォーミングアップ。まあ変わらずあの人は革命児でしかないと私は思ってるので、もうただひたすらに覚醒するであろう日を楽しみに待ってるんですけど、今回の曲ちょうど私の真後ろのポジションなんですよ。でこう新芽の振りとかでこう左右に分かれてても、唯一私と同じ振り付けを後ろでやってたり、もうそれがもうこうやってるようにしか見えなくて、次行くぞみたいな、そうであってほしいなって感じ。神奈川は北の最終兵器か狐の理想形。どっちかなんだな。なんかここ1年の快進撃というか確かにね。がすごくて、いつの間にか2列目とかにいるし、先輩とか大人の人からの評価も得てるし、狐から始まり、もうなんかあらゆる北の仕事を全部かっさらっていってるイメージがあるので、なんか北への愛が薄れてる感じがしないから、このまま北の狐代表になってほしいなと思ってます。私は結構自分のこと暗いイメージがあるのかなと思ってたの、周りから。でもなんか笑顔の人っていうイメージがあるとか、明るい子だって思ってたって言われたのが、すごいその時一番かけてほしかった言葉があすかさんに言われて、本当にそこから多分私は元気になった気がする。それまで結構いろいろ考え込んでたこととかも、あの日から晴れやかな気持ちになってて、あすかさんがその一言で。そう、その一番言われたかった言葉をかけてもらったのがすごい嬉しかったな。柴田は本格麦焼酎イチコロ。は？私もよくは分かってないんですけど、なんかいつも笑ってるイメージがあって、すごいキラキラして見えるんですよ、その笑ってる感じが。だからこう王道の私にはない万人受けヒロイン系のイメージがあるから、そんなの世の中はイチコロだろうなと思うし、私が柴田にイチコロになったのは自分のおばあちゃんの話をたくさんしてくれるから、でも家族の話をよくしてくれるんですよね。お母さんの若い時に私がちょっと似てる瞬間があったとか、なんかいいとこついてくるなと思って、私はそういう家族系とかシニア系の話はやっぱ好きだから、それでやられました。柴田にすごい好きになった。田村は乃木坂のマネキンです。は？どういうことだろう。痩せてるとかそういうことじゃなく、お洋服映えする骨格だなって思って、なんかもし乃木坂がこの先大貧乏になって素敵な衣装だから誰かに売ってあげようみたいなことにもしなったとしたら、田村に着せた写真を載せれば世の女の子はみんな買いたくなるんだろうなって思う。衣装全部似合うし、乃木坂っぽいというか、乃木坂の子たちが着てるようなお洋服は全部似合う気がする。今回の選抜発表が終わった後に声をかけてくれて、
私前回のそのアンダーのフォーメーションが3列目の端っこにいて、だから急にシャシャってきたみたいな感じになってて、本当にそんなことないそうだから大丈夫かなみたいな感じだったんだけど、3列目とかの場所からそうやって選んでもらったってことはちゃんと見てくれてる人がいるからって言って、で私は全然びっくりしなかったよって言ってくれて、だからすごいそれでいろいろ考えるなって思ってたんだけど、すごいそれが励みになって嬉しかったし、言葉にして伝えるのジーンときた。大変だけどね。林オタワムレバンド。どういうことなの？すっごい未知の人だけど、ちょっと変わった人ってみんな思ってると思うけど、変わった人だなって思われるために行動したりする部分は林の中で多分もう小指の爪ぐらいのパワーしか使ってないだろうなって思って、なんか楽しんでやってるんだろうなって思うからオタワムレで、バンドっていうのはなんかバンドマンにいそうだしまあ私歌も歌えるしすごく上手に、なんかよくわかんないけどいつか乃木坂を卒業する時に方向性の違いでやめますって言ってほしいなっていう気持ち。最悪だな。何だったんだってね。普通になんか期待をずっとされてるね。人に褒められたりしたら疑っちゃうんですけど、飛鳥さんって嘘で褒めたりすることがないと思うので、すごいスーって入ってきて。お坊さんだ、お坊さんも。お坊さんだね。下記は新海誠さんこちらですって書いてる。どういうこと？また新海さんの話出てくんね。天気のこの。なんか下記の周りに出てるピュアさってちょっと度を超えてるなと思うんですよね。下記が本当に持ってる内面よりなんか大きくこうピュアさが前面に出てるような気がしてて、か弱い感じでは別にないのになんか守ってあげたくなるというか、そういう感覚にしてくれるアイドルってあんまりいなかったかなと思って、ちょっと新海誠さんにアピール。ヒロインに下記はすごいぴったりなピュアさを持ってるから、実写化する時が来たらうちの下記を使ってほしいなって思って早川はアンパンからアンパン女。なんだこれ。どういうこと？なんだこれ。なんかまあ早川はずっと一個の顔をこうみんなに見せて笑わしてくれたり無駄にちょけてくれたりしてるなって思ってたんですけど、アンパンのヒーローの人も外面はいっぱい変わるけど中はずっと変わらない正義感がなんかあるから、早川もアンパンからアンパンに変わったけど、なんか今はまた違う顔が出てきてて、こういい形で前に出そうって頑張ってくれてるんだなって思ってます。弓木は壊れたスピーカーです。直接悪口だね。これだけ分かりやすい悪口。よく言う壊れたレコードみたいな、まあレコードはそうじゃないですか、曲がったり傷入ると同じこと繰り返すっていうのは分かるんですけど、じゃなくって弓木は本当にスピーカーみたいな感じで、いっつも普通に会話してるのになんか時差あるみたいな、こっちがちょっと考えてつなげてあげないと会話ができないから壊れたスピーカーだなまさにって思ってて、ただ別にそれが弓木であるならこう修理をする必要がないから、たまにこうなんかスピーカー壊れてるとバンバンって叩きたくなるじゃないですか。それでドンドンってぶっ壊れるスピーカーもあるだろうから、それでぶっ壊れる弓木も正常になる弓木もどっちも見てみたいなと思って未来に期待してます。牛乳から作った美容のため。あ、でも思い返せば私はアスカちゃんは2期生だよねってずっと言われてたから、もともと区別はそんなに、まあ、特に今残ってるのは綾音だから、綾音は同い年だからそれだけ特別感って言ったらあれですけどがあるから、鈴木はまろやか隠し味噌です。なんだろう。隠したなんかお上品な顔してるから、まずいるだけで場をまろやかにしてくれる
いろんなタイプの可愛い子がうちにはいるけど、鈴木が入ればなんか締まるなみたいな意味のまろやかと、綾音がこう世間に思われているであろうパブリックイメージみたいなものの真逆の性格をしてるから、でもそれを10年間ずっと隠れてるから、でもそれがすごい最近いい味を出してると思うから、まろやか隠し味噌。綾音がいれば美味しくなるって感じ。あすかが一人でその頃1、2期生最後の2人で飛鳥座談会中。私最近楽屋で嬉しかったことは、飛鳥さんってずっと本を読んでいらっしゃったじゃないですか、楽屋で。でもなんかこうカバーをかけてて何を読んでるか分からないみたいな感じだったんですけれど、この間ふと今何読んでるんですかって聞いたら、これ読んでるってタイトルを教えてくれて、あ、そうなんだ。それがめちゃくちゃ嬉しくて、私的に一つ飛鳥さんのことを知れたみたいな気持ちになりました。綾音はだいたい笑ってるタイミングがいつも一緒だし、私に好きな本とか聞いてくれるのはもう綾音ぐらいしかいないですね。そういう私の内面を聞いてくれるのは。でもまだお家に行っていいっていうところは許してもらえてないので、本当それ誰かが突破しないといけないところだよね。本当に私が行こうかなと思ったんですけど無理でした。言った？言いました。言ったの？行かせてくださいって言ったんですけど、ちょっと無理かなみたいな感じに濁されて、なんか私が断られるのはなんかわかる気がするので。いや家中見そうじゃん。確かにくまなく見そう。何回かその1期生4人千葉とね前山で行った時に、私と千葉結構楽しくなってお酒飲んじゃって、前は割とずっとしっかりしてて、で飛鳥は4人でいる場合ってさ、ちょっと一歩引くって無理なぐらいじゃん、なんか距離感的にね。確かに。なのにちょっとやっぱ一歩引いて、それが嫌だからもうどうにか物理的に距離を近づけようと思って、私と千葉ねも飛鳥みたいな感じで行くんだけど、それを2回やったら本当に嫌がられちゃって嫌だったんだ。もうちょっとご飯1回 NG でみたいな。マジか。そんなにですか。そうなの。飛鳥の米。Ask and Asker。飛鳥寺。来た、飛鳥寺。斎藤飛鳥が最後にやってきたのは飛鳥寺。596年に建てられた日本初の本格的寺院には最古の仏像と言われる飛鳥大仏が祀られており、日本で一番古い仏像と言われてまして、お年が1414歳なられました。推古天皇という日本で初めての女性の天皇様がね、作りましょうという。飛鳥におられる大仏さんなんで飛鳥大仏と。今日までね火事とかにもあっているんですけど、場所は動いたことない。そうなんだ。でだから1400年前というと聖徳太子様とかね、おられたみたいですので、なんかきっとここで同じようにお参りされて、でいろんなことをお祈りされておったと思いますけどね。まさに日本の原点ともいえる場所で今回のヒット祈願を締めくくる。すごいね。ここにはないもの大ヒット祈願。Ask and Asker。最後に迎えるこのセンター、多分いろんなものを背負うじゃん。多分乃木坂の本当大事なものを全部同期の子たちから預かってここまで活動してきたっていうのがあるから、なんかそのプレッシャーとかを全然口にも出さないし態度にも出さないけど、なんかその気持ちをちゃんと受け取って曲に乗せようと思ってくれてるのが伝わるから、なんか踊ってて自然にこう笑顔で送り出したいって気持ちになる。そして最後の同期秋元へのメッセージは。秋元真夏さんは最後の晩さん。何？単純になんか真夏っていつもいろんなメンバーと喋るおしゃべりの内容が、それこそ本当に人生の最後何食べるとか、なんかそういう女の子っぽいお話してること多いからっていうイメージと、あとは単純に1期生最後だから最後にして我らが王キャプテンなので、やっぱりキャプテンが一番最後に卒業してほしいなっていう気持ちもちょっとあったので、そういう意味で最後の晩さん。
岩本は性別を超えたナンバー1です。後輩力がすごくて、岩本の絶妙なんですよ。なんか敬語とタメ口の混ぜ方とか、なんか全部ちょうどよくて理想の後輩って感じがしてて。なんで爽やかなの？アスカちゃん。ひな壇芸人坂口。いつも密かに頑張ってて、誰にアピールするでもなく、ずっとなんかちょっと腰を落として前傾姿勢で待ってる、構えてくれてるってイメージがあって、信頼してるかもとか言って忘れてたけど信頼してます。カレー、アスカ野菜。ごめんしか教わってないんですよ。アスカの常識みたいなところを打ち破ってきてくれるので、指が埋まるかも。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい。小文字にあげる人。変わんないんかい。誕生日おめでとう。ありがとう。自分がやっぱいたグループ、いるグループだから、そりゃひいきしてるとは思いますけど、この曲数のライブやったら前はみんなこう頭いっぱいになってて泣く子とかもいっぱいいたのに、なんかみんな楽しそうにやってるなとか、そういう姿はこの1年を通していっぱい見てきたので、今後もみんながのびのびとやってくれてたら、自分がいない乃木坂をこれからたくさん見るんだなと思うと、まだあんま実感はないけどめっちゃ楽しみですね。はい、ということでね、あれ、秋元、泣いちゃった。秋元って最近涙もろくない？なんかまあいろんな人の卒業見送ってるからだろうけどさ、まだいるんだよ、まだ。一人一人、そのメッセージが、まあディスってることもあるし、わけわかんないこともいっぱいあったじゃないですか。だけど私的にはこの子が何を言いたいのかっていうのが全部分かっちゃって、なんか。ここまで11年一緒にやってきたっていうのを今ちょっと実感しちゃって。なるほどね、今グッときちゃったわけだ。そうね、アスカちゃんの性格だよね。ちょっとこうまともに言えないというかね。ちょっとアスカちゃんもやばいね。上を見ないとやばくなっちゃったね。まあでもいろんな人のを見てるね。なんかすごいね。一個一個面白いし、話聞くと全部伝わってくるね。よかった。すごい力だね、アスカちゃん。そう、岩本と坂口のがあれないのかなって一瞬思ったよ。最後駆け足でババッときたけど、ひな壇芸人って言われてるけど。もうきっと忘れられちゃってると思ってずっと見て。いやちゃんと最後に来るわけよ。でもこう常にこう。もういつでも行きます。神奈川とかもね、狐って言われてたけど。すごい嬉しくて、なんかこれからも頑張れそうです。田村なんかもね、理由聞いたらすげえいいじゃん。すごいめちゃめちゃ嬉しかった。ザ・乃木坂の象徴みたいな。でも私本当にアスカさんが好きすぎて、アスカシャンって言っちゃった。ごめん今何そういうことあるよね。遠藤がそんなに仲いいんだ。子供だっつってんの。でもあまりにこうずっと一緒にいすぎちゃったので、離れていっちゃう時に、なんか私も一緒にいてついていっちゃいそうで怖いです。すごい。やばい。今すごいねそれ。いや長州力さんとね佐々木健介さん。すごい。その関係性にそっくりで。俺らもつけてもらいたかったね。あ、坂口なんだっけ。ひな壇芸人。齋藤飛鳥ソロ曲のミュージックビデオが公開。本日よりバースデーライブのモバイル先行開始。アンダーライブの配信視聴チケットが販売中。山下美月です。くじを引きたいと思います。何が出るかな。
うわ変顔